レッスン1、課題の克服。アンナさん、こんにちは。仕事でいくつかの課題に直面しています。それらを克服する方法について何かアドバイスはありますか？こんにちは。挑戦は人生の一部だよ。それらを克服する一つの方法は、前向きな考え方を保つことです。それは素晴らしい点です。ポジティブな姿勢があれば、レジリエンスと決意を持って課題に取り組むことができます。絶対に、ジョン。もう一つの役立つヒントは、課題を小さく管理しやすいタスクに分解することです。言いたいことはわかるよ。課題を小さな部分に分けることで、圧倒されにくくなり、取り組みやすくなります。まさに、ジョン。物事を段階的に進め、一度に一つのタスクに集中することが重要です。そのことを覚えておくよ。時々、会社の方針を理解するのが難しいことがあります。それについてのヒントは？間違いない、ジョン。会社の方針を理解するには、遠慮なく同僚や上司に説明を求めてください。いい提案だね。他の人に指導を求めることは、私が政策をより効果的に把握するのに役立ちます。さらに、時間をかけてポリシーをよく読み、理解を深めるためにメモを取ってください。メモを取るのは素晴らしいアイデアです。キーポイントを思い出し、必要な時に参照するのに役立ちます。もう一つのヒントは、ポリシーの理解に焦点を当てた企業研修やワークショップに積極的に参加することです。トレーニングセッションに参加するのは理にかなっています。専門家から学び、具体的な質問をする機会にもなります。絶対に、ジョン。トレーニング中にディスカッションに参加し、明確化を求めることで、理解を深めることができます。これらの役に立つヒントをありがとう。仕事上の課題に取り組む準備が整ったと感じています。どういたしまして、ジョンをお手伝いできて嬉しいです。課題は成長と学習の機会であることを忘れないでください。素晴らしい視点だね。それを念頭に置いて、前向きな気持ちで課題に取り組みます。ジョン、どんな試練でも乗り越えられることは間違いない。決心して集中してください。励ましの言葉をありがとう。ご支援とご指導に感謝します。どういたしまして、ジョン課題に直面しているのはあなただけではないことを忘れないでください。同僚に頼り、必要に応じて支援を求めてください。そうするよ。私の周りに協力的なチームがいてくれて感謝しています。改めて、ありがとうございます。これからも頑張っていきます。よくやってるね。ジョン、素晴らしい仕事を続けて、さらにガイダンスが必要な場合は遠慮なく連絡してください。感謝するよ。他にアドバイスが必要なら、必ず連絡するよ。気をつけて。すぐに話そう。レッスン2、宿泊予算の計画。アンナさん、こんにちは。休暇の計画を立て始めています。旅行の際に希望する宿泊費はどのくらいですか？こんにちは。いい質問だね、ジョン。目的地や求める快適さのレベルにもよるけど。なるほど。それで、
あなたは通常予算に優しい宿泊施設を選ぶのですか？それとももっと豪華なオプションを選びますか？旅の予算次第だよ、ジョン。他の体験の費用を節約するために、予算に優しいオプションを探すこともあります。それは理にかなっています。アナ、旅行全体を最大限に活用するには、予算を賢く配分することが重要です。絶対に、ジョン。でも、特別な日のために、ちょっと贅沢に自分へのご褒美をあげるときもあります。いいバランスだね。アンナ、旅行中はたまに自分にご褒美をあげるのもいいですね。間違いない、ジョン。旅行とは思い出に残る体験を作ることであり、宿泊施設はその中で重要な役割を果たします。では、通常、希望する予算内で宿泊施設を見つけるにはどうすればよいでしょうか？私はよくオンラインで調べることから始めます、ジョン。旅行サイトやアプリには幅広い選択肢があるものがたくさんあります。いいアプローチだね。あんな料金を比較したり、他の旅行者のレビューを読んだりできます。はい、レビューを読むことは不可欠です、ジョン。宿泊施設の質と価値を知るのに役立ちます。他に予算に優しい宿泊施設を見つけるためのヒントはありますか？一つのヒントは、特に一人旅や予算が限られている場合は、ホテルではなくゲストハウスやホステルに滞在することを検討することです。それは素晴らしいヒントです。アンナ、多くの場合、ゲストハウスやホステルはより手頃な料金で提供され、他の旅行者と出会う機会もあります。別の選択肢は、お得な情報や割引を探すことです、ジョン。多くのウェブサイトが特別プロモーションや直前割引を提供しています。そのことを覚えておくよ。アナ、宿泊費の予算を伸ばすのに役立つ割引がないか、常に確認する価値があります。絶対に、ジョン。最後に、宿泊施設の場所を考慮することを忘れないでください。市内中心部から少し離れた場所に滞在すると、お金を節約できる場合があります。それはいい点だ。アナ、便利な交通手段さえあれば、都市から少し離れた場所に滞在するのも予算に優しい選択肢です。まさに、ジョン。快適さ、予算、立地の間の適切なバランスを見つけることがすべてです。これらのヒントを共有してくれてありがとう、アンナ。宿泊施設の予算をより効果的に計画する方法についていくつかのアイデアが浮かびました。どういたしまして、ジョン。手伝えてよかった。適切な宿泊施設を見つけることで、全体的な旅行体験が向上することを忘れないでください。アンナさん、アドバイスありがとうございます。次の旅行を計画するときは、これらすべての要素を考慮するようにします。ジョン、きっとご希望の予算内で完璧な宿泊施設が見つかるはずです。これからの素晴らしい旅をお祈りします。ありがとう、アナ。楽しみです。どうなるか教えてあげよう。それまでは気をつけて。レッスン3、企業に合わせたサービス。アンナさん、こんにちは。ビジネスサービスに関しては、カスタマイズされたサービスにもっとお金を払うことが重要だと思いますか？こんにちは、絶対に、ジョン。テーラードサービスなら、特定のニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを企業に提供できます。それは理にかなっています。アナ、カスタマイズされたサービスに投資することで、
業務の効率と効果を高めることができます。間違いない、ジョン。カスタマイズされたサービスは、各ビジネス固有の課題と要件に対応するように設計されています。では、企業が恩恵を受けることができるカスタマイズされたサービスの例をいくつか挙げてください。その一例がパーソナライズされたマーケティング戦略です、ジョン。特定の顧客セグメントをターゲットにするようにマーケティングキャンペーンを調整すると、より良い結果が得られます。いい例だね、アンナ。これにより、企業はターゲットオーディエンスとより効果的につながることができます。もう一つの例は、カスタマイズされたソフトウェア開発です、ジョン。企業は、プロセスを合理化し、生産性を高めるように設計されたソフトウェアを手に入れることができます。カスタマイズされたソフトウェアは貴重な投資のように思えます。アンナ、企業が業務を最適化し、競合他社の一歩先を行くのに役立ちます。絶対に、ジョン。カスタマイズされたコンサルティングサービスも重要です。ビジネス固有のニーズを理解しているコンサルタントは、貴重な洞察と推奨事項を提供できます。同意します。アナ、業界を専門とするコンサルタントと協力することで、新鮮な視点が得られ、企業が情報に基づいた意思決定を行えるようになります。さらに、カスタマイズされたカスタマーサービスが不可欠です、ジョン。パーソナライズされたサポートとソリューションを提供することで、顧客満足度とロイヤルティを高めることができます。それは決定的な側面だ、アナ。優れたカスタマーサービスを優先する企業には、多くの場合、競争力があります。間違いない、ジョン。従業員に合わせたトレーニングプログラムも有益です。ビジネスに必要な特定のスキルや知識に合ったトレーニングを行うことで、成長と能力開発を促進できます。カスタマイズされたトレーニングの価値がわかるよう、アンナ従業員がそれぞれの役割で活躍するために必要な専門知識を身につけるのに役立ちます。絶対に、ジョン。最終的には、カスタマイズされたサービスにもっとお金を払うことは、長期的な利益と市場での地位の強化につながります。カスタマイズされたサービスには、ビジネスの成功に貢献できる利点があることは明らかです、アンナ。はい、ジョン。コストは高くなりますが、多くの場合、投資収益率によって費用が正当化されます。これらの洞察を共有してくれてありがとう、アンナ。企業にとって、業務においてカスタマイズされたサービスの価値を考慮することは重要です。どういたしまして、ジョン議論に貢献できてよかった。カスタマイズされたサービスは、企業にとってゲームチェンジャーになり得ます。アンナ、あなたの意見に感謝します。テーラードサービスの重要性について理解が深まりました。改めて、ありがとうございます。どういたしまして、ジョン。私はいつもここにいて、知識や洞察を分かち合っています。他にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。そうするよ、アンナ。あなたの専門知識はかけがえのないものです。良い一日を過ごしてください。すぐにお話しします。レッスン3、タクシーの利用可能状況。アンナさん、こんにちは。タクシーが利用可能かどうかを確認する方法を考えたことはありますか？こんにちは。はい、あります。確認する一つの方法は、車の上部のライトを探すことです。点灯していれば、タクシーが空いているということです。それは役に立つヒントです。アンナ、特に交通量の多い地域では、空いているタクシーを見つける方法を知っておくと良いでしょう。絶対に、ジョン。
タクシーの上にあるライトは、潜在的な乗客への合図の役割を果たします。タクシーをレンタルできることを示す標識は他にありますか？はい、別の看板はタクシーの窓に空のレンタル中の看板が表示されていることです。ジョン。ああ、なるほど。これは、タクシーが乗客を迎えに行く準備ができていることを示すもう一つの視覚的指標です。まさに、ジョン。タクシーが必要になった時には、注意してこれらの手がかりを探すことが重要です。車の上部のライトが消えているか、レンタル中の標識が表示されていない場合はどうなりますか？その場合は、通常、タクシーがすでに満員または利用できないことを意味します。ジョン。知っておくと良いよ。穴開いているタクシーを簡単に見分けることができれば、時間の節約になり、混乱も避けられます。絶対に、ジョン。また、一部の都市では、利用可能なタクシーを見つけることができる指定のタクシー乗り場があることも注目に値します。それは役に立つ情報だよ。あんなタクシー乗り場は、特に混雑した地域では便利です。はい、タクシーが乗客を待つための一元化された場所を提供しているため、タクシーを簡単に見つけることができます。空いているタクシーを探す際に、他に何かアドバイスはありますか？もう一つヒントは、メーターがオンになっているタクシーに注意することです。ジョン。これは、タクシーが運賃を開始する準備ができていることを示しています。ああ、それは知らなかった。共有してくれてありがとう、アンナ。これは、空いているタクシーを見分けるもう一つの便利な方法です。どういたしまして、ジョン。これらのヒントを共有できて嬉しいです。タクシーが必要になった時には役に立つかもしれません。間違いない、アナ。これらの標識や信号に注意しておくと、タクシーの乗車手続きがずっとスムーズになります。同意するよ、ジョン。注意深く、何を探すべきかを知ることがすべてです。アンナさん、ありがとうございました。あなたの洞察は貴重です。次回タクシーが必要になった時には、これらのヒントを覚えておきます。どういたしまして、ジョン。手伝えてよかった。タクシーに乗るときは、安全を保ち、注意することを忘れないでください。絶対に、アンナ。安全は常に最優先事項です。気をつけて、すぐに話そう。レッスン4、表面とその美しさ。アンナさん、こんにちは。さまざまな表面が信じられないほど美しいことに気づいたことがありますか？こんにちは。はい、あります。表面の中には、視覚的に魅力的な素晴らしい質感や模様があるものもあります。絶対に、アンナ。磨かれた大理石のとこの滑らかさでも、木製のテーブルの複雑なディテールでも、表面は魅力的です。同意するよ、ジョン。表面の色も様々で、美的魅力が増します。そうだよ、アンナ。鮮やかな色合いから微妙な色合いまで、表面の色は全体的な美しさを大いに引き立てます。そして、反射面についても忘れないようにしましょう、ジョン。鏡とガラスは素晴らしい視覚効果を生み出すことができます。間違いない、アナ。反射はちょっとした魔法を加え、面白いイリュージョンを作り出すことができます。表面には様々な感情を呼び起こすこともある、ジョン。
例えば、柔らかいふかふかのカーペットは、空間を居心地よく居心地の良いものにしてくれます。それは素晴らしい点です。穴、表面の質感は、私たちが特定の環境をどのように認識し、体験するかに影響を与える可能性があります。絶対に、ジョン。表面はインテリアデザインにおいて重要な役割を果たし、部屋の雰囲気に大きな影響を与えます。アンナ、建物の表面に描かれた素晴らしいストリートアートも見たことがある。近所の見た目や雰囲気を完全に変えることができます。ストリートアートは素晴らしい例だ、ジョン。表面がいかに創造性や自己表現のキャンバスになりうるかを示しています。確かに、アンナ、表面はアーティストの筆のタッチや彫刻家のノミのストロークを待っている真っ白なスレートとして見ることができます。表面を芸術作品に変える方法は魅力的だね。ジョン、それらにはインスピレーションを与えたり、考えさせたりする力があります。絶対に、アンナ、表面は物語やメッセージを伝え、出会った人の想像力をかきたてます。見た目の美しさだけじゃないんだ。ジョン、シルクの滑らかさや石壁のざらつきなど、表面は触覚的な喜びをもたらすこともあります。そうだね、アンナ。私たちの触覚は、表面がもたらすさまざまな質感や感覚を理解することを可能にします。表面は本当に複数の感覚を刺激するんだ。ジョン、それらは私たちを取り巻く世界の全体的な感覚体験に貢献しています。アンナ、これ以上同意できない。表面は機能的なだけでなく、インスピレーションや喜びの源にもなり得ます。絶対に、ジョン。少し時間をとって、様々な表面の形で私たちを取り巻く美しさを鑑賞する価値があります。これらの洞察を共有してくれてありがとう、アンナ。表面が私たちの日常生活に与える影響をより意識するようになりました。どういたしまして、ジョン、会話に貢献できてよかったです。表面には美しい世界が宿っている。アンナ、あなたの視点に感謝します。表面の複雑さと美学を改めて認識させてくれました。改めて、ありがとうございます。どういたしまして、ジョン、私はいつもここにいて、知識や洞察を分かち合っています。他にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。そうするよアンナ、あなたの専門知識はかけがえのないものです。良い一日を過ごしてください。すぐにお話しします。レッスン5、デジタルディストラクション。アンナさん、こんにちは。仕事中でも、人々がいつもスクリーンに釘付けになっていることに気づきましたか？こんにちは、ジョン。はい、本当です。デジタルデバイスは私たちの日常生活に欠かせないものになっています。もはや個人使用だけではありません。プロフェッショナルな環境でも、人々は常に画面に気を取られています。絶対に。絶え間ない通知とソーシャルメディアをチェックしたいという誘惑は、かなり気を散らすことがあります。身の回りにはデジタル上の注意散漫がたくさんあると、仕事に集中し続けるのが難しい場合があります。だからこそ、気を散らすものを最小限に抑えるために、境界線を設定し、健康的な習慣を身につけることがタイ重要です。ムブロッキングのようなテクニックについて聞いたことがあります。タイムブロッキングでは、特定のタイムスロットを割り当てて、
中断することなく集中して作業できます。タイムブロッキングは、道に迷うことなく仕事を進め、タスクを完了させるのに効果的です。もう一つのアプローチは、デジタルデトックスを実践することです。デジタルデトックスでは、一定期間意図的にデバイスとの接続を切断します。それは素晴らしいアイディアだ。画面から離れて休憩を取ることは、目の疲れを軽減し、全体的な健康状態を改善するのに役立ちます。また、火を散らすものを最小限に抑える働きやすい職場環境を作ることも重要です。例えば、スマートフォンをサイレントモードにしたり、見えなくなったりします。絶対に専用のワークスペースを作り、不必要な邪魔をなくすことで、生産性を大幅に向上させることができます。また、業務時間中に特定のウェブサイトをブロックする生産性向上アプリやブラウザー拡張機能を使用すると役立つことも分かりました。はい。デジタル上の注意散漫を管理し、集中力を高め、効率を高めるのに役立つツールはたくさんあります。しかし、それは絶え間ない戦いです。デジタル世界は拡大の一途をたどっているため、スクリーンタイムに注意することが重要です。それは本当です。生産性向上のためにテクノロジーを活用することと、過度の注意散漫を避けることのバランスを取ることが重要です。さて、アンナ、これらの洞察を共有してくれてありがとう。これらの戦略のいくつかを仕事のルーチンに必ず実装してみます。どういたしまして、ジョンお役に立てば幸いです。新しい習慣を身につけるには時間と練習が必要であることを忘れないでください。絶対に、そのことは心に留めておきます。アンナ、ありがとう。レッスン6、世界中で買い物をする。アンナさん、こんにちは。世界中の店舗の違いに気づいたことがありますか？こんにちは、ジョン。はい、国によって異なりますが、特定のアイテムが特定の場所でより一般的であることに気づきました。それは面白い。店頭で売っている商品には、文化や地域的な影響があるのかな？絶対に。例えば、アジアの一部の国では、様々なお茶や伝統的なハーブ療法を見つけることができます。ああ、それは理にかなっています。お茶は彼らの文化に深く根ざしており、薬効もあります。その通りだ。ヨーロッパでは、地元の市場で豊富な種類のチーズや職人技のパンがよく売られています。ああ、私はチーズが大好きです。ヨーロッパでいろいろな品種を探検するのがどんなに楽しいか想像できます。チーズ好きにはたまらないパラダイス。市場といえば、アフリカの多くの地域で、新鮮な農産物やスパイスを売る活気に満ちた野外市場があります。それは素晴らしいですね。それらの市場では、色や香りが漂っているのが想像できます。本当に感覚的な体験です。南米の一部の国では、市場や小さなお店でユニークな手工芸品や織物を見つけることができます。手工芸品はとても美しく、意味のあるお土産になり得ます。さまざまな文化の中で職人技が受け継がれているのを見るのは素晴らしいことです。間違いなく。そして北米には国際色豊かな食品を含む幅広い品揃えの大型スーパーマーケットがあります。はい、北米の多様性により、さまざまな文化の多種多様な食べ物が楽しめます。
現地の習慣や伝統を反映して、ショッピング体験が世界中でどのように異なるかを見るのは魅力的です。絶対に。旅行中に地元の店や市場を探索すると、その場所の文化を垣間見ることができます。旅の楽しみの一つです。様々な国のユニークなショッピング体験に浸ることができます。さて、アンナ、これらの洞察を共有してくれてありがとう。世界中の多様なショッピング体験について考えると刺激を受けます。どういたしまして、ジョンショッピングなどの日常的な活動を通して異文化を学ぶのはいつも面白いです。確かに、それは私たちの視野を広げ、多様性に富んだ世界の美しさを思い出させてくれます。良い一日を、アンナ。レッスン7、ヘアトランスフォーメーション。アンナさん、こんにちは。髪の色を変えることを考えたことはありますか？見た目を変える楽しい方法だと聞きました。こんにちは、ジョン。はい、考えたことがあります。髪の色を変えるだけで、見た目に大きな違いが出るのは興味深いことです。絶対に。ハイライトを試してみようと考えたことはありますか？髪に立体感と深みを与えることができます。それは素晴らしいアイディアだ。ハイライトを使うと、太陽の光を浴びたような自然な効果が得られ、全体的に見栄えが良くなりまた、ます。抜本的な変更を行う必要はありません。微妙なハイライトでも、目立った違いを生むことがあります。それは本当です。劇的な変化について確信が持てない場合は、常に微妙な変更から始めるのが良いでしょう。考慮すべきもう一つのオプションはローライトです。コントラストと奥行きを出すために、より暗いシェードを追加する必要があります。ああ、ローライトについては考えていませんでした。髪にコクと質感を加えるのに最適な方法のようですね。間違いなく、特に明るい色の髪に深みを与えたい場合に最適なオプションです。明るい色といえば、金髪や赤など、全く違う髪の色を試してみることを考えたことはありますか？そうでもない。私は自分の自然な髪色の方が快適です。しかし、大胆な色を使った驚くべき変化もいくつか見てきました。確かに、大胆な色は個性を際立たせることができます。しかし、自分の肌の色を引き立てる色合いを見つけることは重要です。それは良い点です。ヘアカラーを選ぶときは、肌の色や目の色などの要素を考慮することが不可欠です。絶対に。プロのヘアスタイリストと相談することで、あなたに合った完璧な色を見つけることもできます。長期的なコミットメントなしに実験するために、ヘアチョークや洗える染料などの一時的なヘアカラーを選ぶ人もいると聞きました。はい。仮の色は、色を変えずにいろんな色を試す楽しい方法です。水辺でテストするようなものです。さて、アンナ、これらのアイデアを共有してくれてありがとう。それがきっかけで、ヘアトランスフォーメーションに興味を持ちました。もしかしたら、自分でハイライトを試してみようかな。どういたしまして、ジョン。新しいルックスを探求するのはいつもワクワクする。あなたが何を選んでも、きっとあなたにぴったり合うと思います。そう言ってくれて嬉しいよ。アンナ、励ましに感謝します。素晴らしい一日を。レッスン8、食料品店の組織。
今日はアンナ、食料品店がどのように商品を整理しているかに気づいたことがありますか？さまざまなアイテムがどこに置かれているかを見るのは面白いです。こんにちは、ジョン。はい、魅力的です。人参のようないくつかのアイテムが真ん中の通路に並んでいることに気づきました。それは本当です。人参はよく使われる野菜で、いろんな料理に使われているので、大抵真ん中にあります。まさに、通路といえば、トマトは通路の端に置かれることが多いことにも気づきましたか？はい、買い物客の注意を引くために、通路の端にトマトが目立つように飾られることがよくあります。人気があり、用途が広いです。それらをそこに置くのは賢い戦略です。これにより、買い物客が見つけやすくなり、衝動買いを促すことができます。間違いなく、食料品店のレイアウトは、私たちの購入決定に影響を与える可能性があります。だからこそ、特定の商品が戦略的に配置されているのです。絶対に、牛乳や卵などの必需品が店の奥に置かれているので、他の通路を通らなければならないことがよくあります。はい、アンカー商品と呼ばれるのは、ストア内をナビゲートせざるを得ず、途中で他のアイテムが見つかる可能性があるためです。また、健康的なスナックは目の高さに置かれる傾向があり、栄養価の低いスナックは下の棚や高い棚に置かれることが多いことに気づいたことがありますか？はい、消費者の選択に影響を与え、より健康的な選択肢を促進する方法です。あまり健康的でないスナックを見つけるには、もう少し努力が必要です。こうした戦術を意識して、意識的に買い物をすることが大切だと思います。絶対に、ラベルを読み、カートに入れるものについて情報に基づいた決定を下すのは良いことです。間違いなく、店舗がどのように商品を整理しているかを理解することで、私たちはよりマインドフルな買い物客になることができます。それは本当です。大切なのは、自分の好みや価値観に気づき、それに合った選択をすることです。レッスン9、野外活動。アンナさん、こんにちは。この辺りを探索しましたか？近くには美しい公園があり、ジョギングやアウトドアアクティビティに最適です。こんにちは、ジョン。すごいですね。私は屋外で過ごすのが大好きです。自然に囲まれていると気分が爽快だ。絶対に、公園にはジョギング用の道が整備されており、ピクニックやリラクゼーションのためのオープンスペースもあります。それは素晴らしいです。様々なアクティビティを楽しんだり、忙しい都会の生活から離れてリラックスしたりできる場所があるのは素晴らしいことです。はい、喧騒から逃れて平和に逃れることができます。さらに、この公園では美しい景色が楽しめ、自然と触れ合う機会もあります。自然の中にいると、心と体を落ち着かせる効果があることが分かりました。ストレスを解消し、元気を取り戻すのに最適な方法です。間違いなく。また、公園にはテニスコートやバスケットボールコートなどのさまざまなスポーツ施設があり、チームスポーツをしたり、スキルを練習したりできます。それは素晴らしいです。個人活動とグループ活動の両方に機会を与えてくれます。みんなのための場所のようですね。絶対に、ジョギング、スポーツ、のんびり散歩など、誰もが楽しめる何かがあります。オプションがあるのはいいですね。きっとこの公園にはあらゆる年齢層や興味を持った人が集まると思います。
はい、コミュニティの集まる場所です。ピクニックをしている家族、フリスビーをしている友人、犬の散歩をしている人をよく見かけます。素敵ですね。同じような興味を持つ新しい人々と交流したり、出会ったりするのに最適な場所です。確かに、他の人とつながり、コミュニティ意識を築く絶好の機会です。公園を見に行くのが楽しみです。アウトドアを楽しみ、アクティブでいるには絶好の場所のようですね。アンナ、きっと気に入るはずです。近所の隠れた名所です。公園を探索して素晴らしい時間を過ごしてください。ありがとう。ジョン公園の魅力をすべて発見するのが待ちきれません。素晴らしい一日を。あなたもよ、アンナ自然の中での時間を楽しみ、アウトドアアドベンチャーを最大限に活用してください。レッスン10、ヘルシーな軽食。アンナさん、こんにちは。町に新しいジュースバーを見つけました。美味しくてヘルシーなジュースが種類豊富に揃っています。試してみるのを楽しみにしています。こんにちは、ジョン。素晴らしいですね。フレッシュジュースは大好きだよ。水分補給と必須栄養素の摂取に最適な方法です。絶対に。ジュースにはビタミンやミネラルが豊富に含まれています。甘い飲み物の代わりに、爽やかで栄養価の高い飲み物としてお使いいただけます。私は完全に同意します。高カロリーを増加させるのではなく、体に栄養を与える飲料を選ぶことが大切です。間違いなく。さらに、様々な果物や野菜が用意されているので、フレーバーの組み合わせは無限にあります。それがジュースの魅力です。様々な材料を混ぜて、ユニークで美味しいブレンドを作ることができます。また、先ほど紹介したジュースバーでは、新鮮なフルーツとヨーグルトを使ったスムージーも提供しています。手早く食べ応えのあるスナックを食べるのに最適です。スムージーは素晴らしいです。フルーツ、タンパク質、健康的な脂肪のバランスが取れています。これにより、より長く満足していただけます。まさに、より多くの果物や野菜を食事に取り入れるのに便利な方法です。ジュースバーをチェックするのが楽しみです。爽やかで栄養価の高い飲み物を楽しむのに最適な場所のようですね。きっと気に入るよ、アンナ。また、リラックスしてドリンクを楽しめる居心地の良いシーティングエリアもあります。いい感じだね。これにより、お客様がくつろいだり、交流したりできる居心地の良い雰囲気が生まれます。はい、友達と待ち合わせしたり、静かなひとときを過ごしたりするのに最適な場所です。彼らのジュースを試してみて、新しいフレーバーの組み合わせを発見するのが待ちきれません。きっと楽しめるものが見つかるはずです。いろいろな果物や野菜を試すのはいつも楽しいです。この発見を共有してくれてありがとう、ジョン。健康的な選択を促す新しい場所を見つけるのはいつだって素晴らしいことです。どういたしまして、アンナ。ワクワクしてくれて嬉しいよ。ジュースバーに行って、爽やかな味を味わってください。レッスン11、ワインテイスティング。アンナさん、こんにちは。ワインテイスティングイベントに行ったことはありますか？赤ワインと白ワインの品揃えが素晴らしいと聞きました。こんにちは、ジョン。いや、
やってないけど、いいアイディアみたいだね。いろいろな種類のワインについてもっと知りたいといつも思っていました。ワインテイスティングは、さまざまなワインの味や特徴を探り、味わうのに最適な方法です。それは興味をそそられるね。テイスティングをガイドする専門家はいますか？それともどちらかというとセルフガイドの体験ですか？通常、ソムリエや知識豊富なスタッフがそれぞれのワインに関する情報を提供し、テイスティング中にガイダンスを提供します。それは役に立ちます。ニュアンスを説明したり、質問に答えたりできる知識のある人がいることは常に良いことです。絶対に、ワイン製造プロセスやワインの産地についての洞察を提供したり、料理の組み合わせを提案したりすることもできます。ワインと料理のペアリングの技術は魅力的だと思います。食事体験を充実させ、最高の味を引き出すことができます。間違いなく、ワインと料理の適切な組み合わせは、調和の取れたバランスを生み出し、全体的な味を高めることができます。興味があるんですが、ワインテイスティングに関連する特定のエチケットや儀式はありますか？はい、従うべき一般的なガイドラインがいくつかあります。例えば、手でワインを温めないように、ワイングラスを茎のそばに置くのが習慣です。それは理にかなっています。温度はワインの味に影響する可能性があるため、理想的なサービング温度を維持することが重要です。まさに。また、一口飲む前にグラスでワインを優しく回して香りを放つのもおすすめです。ああ、私は人々がそうするのを見てきました。ワインの香りと味を存分に捉えるのに役立ちます。正確に。また、テイスティング時には、ワインが口に広がり、さまざまな香りを味わえるように、少量ずつ飲むのが一般的です。それがそれぞれのワインの複雑さや特徴を理解するのにどのように役立つかは想像できます。素晴らしい経験だよ。あんなワインの世界にはたくさんの魅力があります。テイスティングは知識を探求し広げる素晴らしい方法です。やってみることにワクワクしています。新しいお気に入りのワインを学び、発見する素晴らしい機会のようですね。きっと楽しんでいただけると思います。ワインテイスティングは教育的であると同時に楽しいものでもあります。ワインの視野を広げることに乾杯。レッスン12、美術展。アンナさん、こんにちは。ダウンタウンで美術展が開催されています。現代アートに興味があるなら、きっと気に入ると思います。こんにちは、ジョン。それは興味をそそられるね。私は様々な形のアートを探求することを楽しんでいます。展覧会に間に合うように頑張ります。聞いてよかったよ。アンナ美術展は、創造性に没頭し、インスピレーションを得る素晴らしい機会です。絶対に。アートは感情やアイデアを力強く表現するものだと思います。アーティストが世界をどのように解釈するかを見るのは魅力的です。確かに、この展覧会では、著名なアーティストと新進アーティストの両方の作品が展示されます。彼らが何を提供してくれるのか楽しみです。芸術スタイルの進化を目の当たりにし、新しい才能を発見するのはいつも面白いです。間違いなく、アートワークの多様性により、私たちはさまざまな視点を体験し、さまざまなテーマに取り組むことができます。
興味があるんだけど、この展覧会で展示されているのは特定のタイプのアートなのか、それとも複数の媒体が混在しているのか。ミックスだよ。アンナ。絵画、彫刻、インスタレーション、さらにはデジタルアート作品もあります。それは素晴らしいです。総合的な体験ができるだけでなく、幅広い芸術的思考にアピールできます。絶対に。展覧会はアーティストと交流し、彼らの創作プロセスについて学ぶ機会にもなります。作品の背後にいるアーティストに会うことで、感謝と理解がさらに深まります。そうです。彼らのインスピレーション、テクニック、そして彼らが伝えようとしているメッセージについての洞察を得ることができます。アートワークの裏話を聞くのはいつも魅力的です。作品とのつながりが深まります。同じ気持ちでいてくれて嬉しいよ。アンナ。個人的かつ感情的なレベルでアートに触れることは豊かなことです。絶対に、ジョン。アートには感情を呼び起こし、有意義な会話を促す方法がある。それがその美しさです。言葉の壁を越え、多様なバックグラウンドを持つ人々の間につながりを築くことができます。これ以上同意できないわ、ジョン。アートは人々を結びつける普遍的な言語だ。よく言った、アナ。展覧会に来て、現代アートの世界を探求する素晴らしい経験をしていただければ幸いです。レッスン13、フィットネスルーチン。アンナさん、こんにちは。最近新しいワークアウトを試していますが、とても効果的です。興味があれば試してみます。こんにちは、ジョン。素晴らしいですね。私はいつも健康でいられる方法を探しています。週に何回このトレーニングをすればいいと思いますか？フィットネスレベルとスケジュールにもよりますが、週に3から4回から始めるのが良い目標です。それは実行可能に聞こえます。フィットネスルーチンに関しては、一貫性が重要です。必ず優先順位をつけます。絶対に。定期的な運動は、身体の健康を改善するだけでなく、精神的な健康も高めます。運動は気分を高め、ストレスを軽減できると聞きました。心と体がどれほど相互につながっているかは驚くべきことです。その通りです。アナ。身体活動により、自然な気分上昇因子であるエンドルフィンが放出されます。それは魅力的だ。さて、あなたがおっしゃったこれらの新しいワークアウトには、どのようなエクササイズが含まれていますか？私が言ってきたトレーニングは、筋力トレーニング、有酸素運動、柔軟性トレーニングを組み合わせたものです。バランスの取れたルーチンのようですね。筋力トレーニングは筋肉を鍛え、有酸素運動は持久力を高め、柔軟性は可動性を高めます。まさに、バランスの取れたアプローチは、フィットネスのさまざまな側面に敵を絞るのに役立ち、ワークアウトを魅力的に保ちます。その多様性に感謝します。退屈を防ぎ、さまざまな方法で自分の体に挑戦することができます。絶対に。自分を追い続け、フィットネスレベルが上がるにつれて徐々に強度を上げることが重要です。それを心に留めておくよ。自分の体に耳を傾け、それに応じて調整することが不可欠です。いい加減にしろ。アンナ。長期的な成功には、体の感触に注意を払い、
それに応じてワークアウトを調整することが不可欠です。これらの新しいワークアウトを自分のルーティンに取り入れることができてワクワクしています。何か新しいことに挑戦するのはいつも新鮮です。それを聞いて嬉しいよ。怪我をしないように、各セッションの前にウォームアップし、その後クールダウンすることを忘れないでください。良い点です。怪我の予防には、ストレッチと適切なウォームアップとクールダウンのルーチンが不可欠です。絶対に。そして、トレーニング中は水分補給を忘れないでください。体に適切な栄養を与えることが重要です。水分補給が重要です。運動中は必ず水筒を手元に置き、水分をたっぷり飲みます。それが魂だよ。アンナ。集中力を保ち、水分補給を続け、より健康で健康になるための旅を楽しんでください。ご指導ありがとうございます、ジョン。新しいフィットネスルーチンと、それがもたらすポジティブな変化をご紹介します。これをやってみよう。乾杯、アンナ。私はあなたを信じています。挑戦を受け入れ、一貫性を保ち、アクティブなライフスタイルのメリットを享受してください。教訓14、サプライチェーンのリスク。アンナさん、こんにちは。企業がサプライチェーンのリスクをどのように管理するかについて考えたことはありますか？これは間違いなく考慮すべき重要な側面です。こんにちは、ジョン。確かに、サプライチェーンのリスクは企業の運営と収益性に大きな影響を与える可能性があります。これらのリスクをどのように管理しているのでしょうか？さて、企業はサプライチェーンのリスクを軽減するために様々な戦略を採用しています。一般的なアプローチの一つは、サプライヤーの多様化です。それは理にかなっています。単一のサプライヤーに頼ることは、特にその事業に支障が生じた場合には、リスクを伴います。まさに、複数のサプライヤーと協力することで、企業は混乱の影響を最小限に抑え、材料や製品の安定した流れを確保できます。それは賢い戦略です。セーフティネットを提供し、不測の事態に対する脆弱性を軽減します。企業がサプライチェーンのリスクを管理するもう一つの方法は、強固な監視及び追跡システムを導入することです。監視及び追跡システムにより、在庫の状況を常に把握し、潜在的な問題を特定できます。絶対に、リアルタイムのデータにより、企業は混乱に迅速に対応し、代替ソリューションを見つけることができます。サプライチェーンを可視化することは非常に重要です。そうすれば、企業は情報に基づいた意思決定を行い、必要な行動を取ることができます。モニタリングに加えて、企業は積極的なリスク評価と緊急時対応計画にも取り組んでいます。では、彼らは潜在的なリスクを予測し、それらを事前に軽減するための計画を立てているのでしょうか？はい、その通りです。潜在的なリスクを特定し、緊急時対応計画を立てることで、企業は迅速に対応し、影響を最小限に抑えることができます。これは積極的なアプローチです。不測の事態に備えることがいかに重要かがわかります。もう一つの側面は、サプライヤーとの強固な関係を構築することです。オープンなコミュニケーションとコラボレーションが重要です。強固な関係を育むことで、企業はサプライヤーと協力して課題に取り組み、解決策を見つけることができます。絶対に。これは、円滑で信頼性の高いサプライチェーンを確保することに両当事者が既得権益を持つパートナーシップです。
コラボレーションがいかにレジリエントでアジャイルなサプライチェーンにつながるかがわかります。確かに。最後に、企業はサプライチェーンの混乱による潜在的な経済的損失から身を守るために保険に投資することがよくあります。保険はセキュリティをさらに強化し、万が一有害事象が発生した場合に企業が回復するのに役立ちます。まさに、リスクを管理し、混乱を最小限に抑え、商品やサービスの円滑な流れを確保することがすべてです。洞察力に感謝するよ。ジョン企業がサプライチェーンのリスクを管理するために採用している戦略について学ぶのは興味深いことです。面白いと思ってくれて嬉しいよ、アンナ。サプライチェーン管理は複雑ですが、ビジネスを成功させるために不可欠な側面です。絶対に。先を見越し、順応性があり、緊急時対応計画を立てることの重要性が強調されています。よく言った、アナ。ことわざにあるように、最善を願うが、最悪の事態に備える。大事なのは準備と回復力です。間違いない、ジョン。この話題に光を当ててくれてありがとう。ビジネスや運営に興味のある人にとっては貴重な知識です。どういたしまして、アンナ。そのことについてあなたと話し合うことができて光栄でした。これからも一緒に探求し、学びましょレッスン15、パートナーシップの価格設定と条件。アンナさん、こんにちは。新しいパートナーシップの価格と条件について話し合う時が来たと思います。これは私たちのコラボレーションの重要な側面です。こんにちは、ジョン。もちろん、適切な価格設定と条件を設定することは、パートナーシップを成功させるために不可欠です。それでは早速見ていきましょう。まず、私たちのパートナーシップが両当事者にもたらす価値を検討する必要があります。私たちは公正で相互に有益な合意を目指すべきです。同意した。両当事者が公正な取引を得ていると感じ、貢献する意欲が得られるようなバランスを取ることが重要です。また、市場の状況と競争力のある価格設定も考慮する必要があります。収益性を確保しながら競争力を維持することが不可欠です。それは良い点です。競合他社が何を提供しているかを認識し、それに応じて自社の位置づけを行う必要があります。まさに、差別化を図り、お客様に独自の価値を提供することが重要です。支払い条件に関して、双方にとって何が最善だと思いますか？さまざまなニーズに対応するために、分割払いプランやネット支払い条件などの柔軟な支払いオプションを検討することもできます。それは理にかなっているように聞こえます。支払い条件に柔軟性を持たせることで、より多くの顧客を引きつけ、長期的な関係を築くことができます。さらに、大量注文やリピートビジネスを促進するために提供できる割引やインセンティブについても話し合う必要があります。割引やインセンティブを提供することは、売上を伸ばし、顧客ロイヤルティを高めるための強力な戦略になり得ます。絶対に。また、ボリュームベースの価格設定も検討する価値があります。これにより、顧客は大量でも低価格で利用できるようになります。ボリュームベースの価格設定は、顧客に注文量を増やすよう促す効果的な方法です。また、リードタイムや配送責任など、製品の配送に関連する特定の条件についても概説する必要があります。
円滑な運営と顧客満足を確保するには、明確で合意された納品条件が不可欠です。また、保証と返品ポリシーについても忘れないでください。公正で透明なガイドラインを確立することが重要です。保証及び返品ポリシーにより、お客様は安心して購入することができます。最後に、市場の変化に基づいて価格設定と条件を定期的に見直し、調整する仕組みを整える必要があります。定期的なレビューにより、競争力を維持し、進化する顧客ニーズと市場のダイナミクスに適応することができます。まさに、パートナーシップを長続きさせ、成功させるには、機敏で迅速な対応が重要です。ジョン、あなたの資料深さに感謝します。私たちのパートナーシップの成功には、価格設定と条件が重要な役割を果たしていることは明ありらかです。がとう、アナ。協力の強固な基盤を築くには、オープンで建設的な議論が不可欠です。これ以上は同意できませんでした。慎重な検討と相互理解があれば、双方にメリットのあるパートナーシップを築くことができると確信しています。絶対に、アンナ。これからも協力して、両者に利益をもたらす価格設定と条件を確定していきましょう。